日本 GP の前に愛想が尽きる。ホンダの名前を背負ったアストンマーティンがなかなか厳しいことになっております。師匠、厳しいってどのくらいです？どのくらいって、オーストラリア、中国の2戦とも2台揃ってリタイアだ。片っぽだけ止まるならまだ言い訳も立つ。2台揃って止まると言い訳が成立してるみてえだ。そんなにですか？そんなにだ。ストロールは止まる。アロンソはブルって降りる。しかもただの今日は乗り心地が悪いじゃねえ。どうなったんです？ブルって手足の感覚がなくなったってんだから穏やかじゃない。F1 で今日はペースがないならまだいい。ブルブル広くて乗ってられないわ。だいぶ困る。怖いですね。怖いとも。早い遅いの前に人間の方が持たない。車がレースしてるのか、ドライバーが耐震試験やってるのかわからねえ。でもホンダの人は改善してるって言ってるんでしょう。言ってる。前より走行距離は伸びた。信頼性もスプリント週末で少しは良くなった。振動もシステム側では改善傾向。立派な言葉だ。だがその立派な言葉の横で2台とも止まってる。ドライバーは置いてけぼりだ。それはファンも困りますね。困るとも。日本人ファンはな、ホンダと聞くと期待するんだ。そこへ次が日本 GP だ。鈴鹿だ。母国だ。それなのに聞こえてくるのは完走できるかどうかだ。活躍の話じゃないんですね。そうだ。表彰台どころじゃねえ。まずチェッカーまで行けるか、テスト段階レベルだ。愛想つかされませんか？つかされかけてる。ファンってのは勝手なもので、期待した分だけ腹が立つ。なんだホンダ、またか。日本 GP でこれか。そう言いたくもなる。ドライバーも怒ってますか？怒るというより、体が先に悲鳴を上げてる。アロンソなんざ感覚が飛んでる。ストロールも日本までに大きく良くなるとは思ってないみてえだ。ドライバーが楽観してないのに、見てる方だけ前向きも難しい。じゃあ、ニューウェイ更迭とか、チーム崩壊とか、経営危機とか、また撤退とか、そこだそこ。お前、見出し屋に向いてるな。だがな、今わかってるのはそこまでじゃねえ。今確かなのは、振動がひどい、信頼性が足りない。2台とも完走できなかった。日本 GP 前に空気が悪い。そこまでだ。でもかなりまずいですね。かなりまずい。だがまずいのと崩壊は別だ。まずいのと更迭も別だ。まずいのと撤退も別だ。世の中にはまずいまましばらく走るものもある。F1 ですか？人生ですか？両方だ。だから本当に問われるのは、日本 GP で何を言うかじゃない。何周走れるかだ。前向きコメントはピットでいくらでもできる。でも感想は終わったレースの感想を言っていても実現できねえ。ファンとしてはどう見ればいいんです。怒っていい。不安になっていい。批判していい。だが勝手に崩壊まで進めるのは早い。まずは走るかどうか。話はそこからだ。すると師匠、今のホンダに必要なのは何です？ファンをつなぎ止めることじゃねえ。何です？シャーシと PU をきちんとつなぐことだ。レッドブルから別れたのに、ホンダブルってシャレにならないですからね。お後がよろしいようで、ここから師匠のニュース解説です。今回のニュースの事実関係はかなりはっきりしています。まず中国 GP では、アストンマーティンの2台が共にリタイアしました。ホンダ公式レポートでは、アローソは34周目に振動を訴えてリタイア。ストロールは10周目にパワーを失ってストップしたと整理されています。次に、アロンソ本人の訴えが重いです。ロイタースによると、アロンソは中国 GP で手足の感覚がなくなったと述べています。これは単なる乗りづらいではなく、ドライバーの身体への影響が出るレベルの話です。だから今回の問題は、遅いとか速いとかいう以前に、まずまともに走らせられる状態かが問われているわけです。その上で、ホンダ側の説明も微妙に苦しい。折原伸太郎氏は、オーストラリアより走行距離は伸びた。スプリント週末を通じて、信頼性は改善傾向にあった、としています。ですが同時に、フルレースを完走するにはまだ足りない。振動はシステム面では改善しても、ドライバー快適性ではなお課題だと認めています。つまり少し前に進んでいるのは本当でも、今の時点ではとても安心できる段階ではないということです。
さらに、この中国 GP のダブルリタイアは突然降ってきた話でもありません。ロイタスは中国 GP 前の時点で、アロンソが完走を楽観するのは難しいという認識を示していたと報じています。そこで話題になっていたのは、振動、バッテリー周り、部品不足などで、つまり問題は前から見えていた。中国 GP はその火種がそのままレースで表面化した形だと言えます。では、ここからチーム崩壊、更迭、経営危機、また撤退とまで言えるのか。そこはまだ言い過ぎです。少なくとも、今回確認できる一時情報の範囲では、そこまで断定できる材料はありません。ダ・ガーディアンも、アストン・マーティンの問題が、日本 GP を前に深刻だとは伝えていますが、崩壊確定のような話ではありません。だから、ファンが不安になるのは自然だが、断定はまだ早い。ここが大事です。ただし、日本 GP 前として、かなり厳しい空気なのは間違いありません。ホンダの母国レースで、日本人ファンが本当は聞きたいのは、表彰台を狙えるかです。ところが今の論点は、そこではなく完走できるかです。しかもドライバーが楽観していない。となれば、ファンの苛立ちや不安が強くなるのは当然です。今回の落語で言った、愛想が尽きるというのも、感情としてはかなりわかる話です。要点まとめ。今回わかったのは、中国 GP でアストンマーティン・ホンダが2台ともリタイアしたこと。アロンソが振動で手足の感覚がなくなるほど苦しんだこと。ホンダ側も改善傾向は認めつつ、日本 GP へ向けて、なお大きな課題があると認めていること。ここまでは事実です。一方で更迭崩壊撤退を断定するのはまだ早い。だから今の見方としては、かなりまずい。しかし、まだ断定の段階ではない。日本 GP でまず問われるのは完走できるかどうか。この整理が一番妥当です。出展ホンダレーシング、アロンソ&ストロール、both retire in Chinese GP。ロイタース、Motor Racing Alonso couldn't feel hands or feet during Chinese Grand Prix。ロイタース、optimistic to think Aston Martin could complete Chinese GP, says Alonso. The Guardian, I was struggling to feel my hands. Aston Martin's problems laid bare by Alonso's woe in China. お後がよろしいようで。